立派なカマキリやな。どうなるんですかね。真ん中2人、雑誌のスタッフさんは帰りまして、我々はバターと2人ここでこのままキャンプします。行きます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今回ですね、前回の動画見てくれたら分かると思うんですけども、亀山湖オートキャンプ場というところに来ましてですね、ここでキャンプいたします。今ね準備をしております。バターがいつもの自分のロゴスのテントを張りまして、私が MSR のテントを張るという感じで、今回は2人ともテント泊です。この日はですね、気温もそんなに寒くなく、本当にね焚き火しながらキャンプするのにちょうどいい気候でしたね。今回からのニューアイテム出します。あれです。コット、新しいコット。これがですね、クオルツっていうワイルドワンっていうアウトドアのショップがあるんですけど、そこのショップのオリジナルブランドです。それのコット、なんと激安5000円台。とりあえず設置が簡単っていうのがね、足がこのねステンレスっていう、これだいぶ珍しいから、広げるだけです。これはこのように多分5000円やから寝心地はそれなりやと思うけど、できました。もう早速汚れた。十分ですね。耐荷重が80なのがちょっとね。79でしたっけ？いや違う、そんなギリギリちゃうわ。71ぐらい多分。80キロ以上は壊れるってことですか？まあ壊れへんやろうけど、別に100が乗っても、安全に使ってもらえるのはそのぐらいのラインですよっていうね。とりあえず設置が簡単っていうのは、これやっぱ変える時がね楽よね。ナンガの寝袋を入れていきます。いいですね、冬のキャンプが始まりましたね。ちょっと今日ニューアイテムがさらにあるの。タナさんとこの新商品が、テーブルなんですけど、ここにちょっとコツがいいねんけど、最初こう引っ掛けて、これよ、こういうシステムよ。すごないこれ。これが樹脂やねん。すごい軽いし、これにしたことによってより軽くなったってことですか？軽いよな。めっちゃ軽い。でやっぱこういうテーブルっていっぱい出てんのよ。こうシャカンシャカンってなるやつ、有名なんて言ったら外のやつすごい有名やけど、だからいろんな足のパターンがあんねんけど、これは初めてやな。初めて見たこれで。これと同じパターンで、ほら一応まな板にもなるよみたいな。まな板にするときはもうまな板専用にして、あんまり汚いもんとか置いたらあかんけど、これこうなんのがたまに気づいね。これでこう2個並べて、そこそこの広さのテーブル、いい感じ。ちょっと酒飲むか。はい。あれウイスキー買ったんやったっけ？ウイスキー買いましたね。あと実は今回まだあんねん。この間な、雑誌の取材で、なんかキャンプの取材みたいなのがあって、とあるキャンプ場で取材みたいなやってんで、そこになんか別でなんか商品取りみたいな、キャンプグッズの商品取りやりに来てる、なんかこじんまりとしたキャンプギアメーカーの
人がいはって、でうちの商品こんなんなんですみたいなで見せてくれはって、でそれいいっすねってその場で買ってんやん。フレイムスっていうメーカーのやつですごいこう男っぽいテーブルですか？うんうんうん。あ、焚き火台。そうへえ。あ、そううわ、すごいやろ。うわ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 、シンプルやけどすごいすごい頑丈な頑丈。あ、これこの男が好きそうなこのでもすだからめちゃくちゃシンプルやから頑丈なの壊れへんというかね、すごい少人数でだからまあそんなに量もいっぱい作らなへんし、でももうこだわり倒したなんかキャンプグッズ作ってるところやねんこれ。これからキャンプグッズを始めるんじゃなくてもう作ってはんねん。へえ。で割とこう作品みたいにしてリリースしてはって、でこれがそれ、五徳的なもんなんですか？五徳的なもんやん。あ、そうこうやったら五徳的なもので、でこう幅もいろいろちっちゃいものを乗っけるときは幅狭めて、で網とか乗っけるときはこうやる。だこれで今日はお肉焼こうかなと。じゃあこっちに炭やろうか。あれバターテーブルある？あ、これか。ファイヤーディスクを使う季節になってきたな、しかもこの焚き火台な、もう一個すごいことがある。このな五徳あるやん、これをどうやったっけな説明書ってないんですか？説明書読まへんタイプやかいや、さっき出したから手元にあるら。あそこのいや、こうかな。あ、こうや。あ、トングになるっていうすごないこれ。あ、すごい。これさ、すごい。あ、すごいすごい。見えますか？飲むか。ホワイトオーク。明石、瀬戸内海を望む兵庫県明石市の小さなウイスキー蒸留所で作ったモルト原酒をオークダルで貯蔵しブレンドしました。これ氷なくなったらもうロックもできひんな。まあ、水は最悪。まあ水道水ではい美味しいしな、この辺は。割と飲みやすいな。なんかめっちゃ飲みです。癖全然ないなこれ。がっつり暗くなってきたのでそろそろお肉を焼きます。今日は肉をもう単純に肉焼いて締めに焼きそばを作るっていうパターンです。綺麗なキャンプ場ですよね。でとりあえず網を洗いに行きます。
うまそうや。あ、はい。噛み焼いてた。噛み焼いてた。これに入れときます。うん。いい感じやわこれ。焼けたわ。わあ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 わお皿あります？はい。うわめっちゃいい匂いする。うわ、うまっ。うまっ。うまい。あ、うまっ。うん。この濃いめの味付けが酒に合うぜ。あーうまっ。肉とこのウイスキーワイルドやな。あうまうまっ。うまっ。この前テレビでね、うん。どこであったったの方にキャンプカフェみたいな最近ちょこちょこあるな。できて、そこの名物料理ってね、カルボナーラかな、なんか800円ぐらいで出したんですけど、それもほんまにもうキャンプ体験っていうことで、パスタとケトルと生クリームと卵とベーコンと渡されて、それで自分で全部すごいなと。まあ、物は言いようというかね。それをメスティンでああ。色を折って、まあ、ありそうな携帯やな。まあお客さんが楽しかったらそんでええけどな。そうですね。まあなんかほんま普通の味のカルボナーラやった場合、普通に食うよりまあなんかあった方が楽しいもんな。あれだからクラフトコーラの漢字の名前のクラフトコーラクラフトコーラ全然詳しくないから分からんけど、あれバターコーラ好きなんやったっけ？好きです。でももうそんなコーラってもうなんやったらすぐコーラ頼むみたいなことじゃないです。イラコーラ、イラコーラ、イヨシコーラ、イヨシ、はい、世界初のクラフトコーラ専門メーカーで、なんか下北とか原宿とか結構なんかお店出してるんですよ。500円なんですけど、瓶の、500円、はい、高いでしょ。まあでもそれは大手と比べたらな、それはコカ・コーラと同じ値段にはできへんもん絶対。そうですね、そうか、飲んだことないんですね。美味しいのやっぱ。いや飲んだこと500円高いなって。下北とかに自動販売機ちょんちょんとあったりとかするんですよ。高いな500円。でもうまそうやなクラフトコーラ。要はでも純コーラってことやろ。なんかなんか分からんけどこう、飲んでみた。下北に自動販売機あるんでちょっと行こうよ。はい。
タレ付きですか？そうガーリックスパイシーソース、うまそう。ガーリックって洋風ですか？ニンニクって洋野菜ですかね？どっちかって言ったら洋のイメージなんかな。でも少なくとも和の野菜ではないよね。確かに和の料理にあんま使わないですね。でもアジアではあるやん。韓国とか、はいはいタイ料理とかもさ、京都なんてニンニクのイメージゼロですもんね。そうかもな。もう古代エジプトでもピラミッドを作るときにピラミッドを作るための労働者にニンニクを支給されててんて。でエネルギーパワーの源として。だからエジプトのピラミッドの辺りの壁画あるやん、昔の古代の壁画にニンニクを持ってる人の描写があんねんて。生かじりしてるってどうなんやろな、生なんかな、どうなんやろな。いい感じ。うわ、めっちゃガーリックの匂いする。勉強番組みたいなやつ見てたらね、なんか哲学者、東大のなんかの哲学学んでる人が講師で出たんですよ。哲学やから人によってそれぞれ考え方違うかもしれないですけど、なんかタイムループってあるじゃないですか。あれでね、もしタイムループした時にしても、人は同じ行動を取らないっていうのがなんか原子学的や力なんとか学的に証明されていて、同じ時代に戻っても同じようにはならないんですって。だから例えばじゃあ競馬、僕がその知ってる競馬のね、かつこの時この1着2着知ってるか、あれだ、知ってるからって言ってタイムループ戻りました、そしたら結果が変わってる可能性があるんで、ほぼ変わってるんですって。でその時こう喋ってることがあって、で徳井さんこう返す、こう返されたから、言ったらあかんことやったんやと思って戻して、でもう一回同じこと聞くって言っても、徳井さんが同じ返しをするとは限らないですって。だからそれってあれちゃう、多分複雑にいろんな作用をし合ってるからさ、聞かれた瞬間に前回の時は無音やった、で今回は鳥がチュンって鳴いた、そのチュンっていうのが聞いたことで何らかの微妙な作用があって返答変わるみたいな、なんかそんなようなことなんちゃうの。でもそれってでもな、そのタイムループの概念、そのルール、タイムループって基本的には今してないや誰も。してないです。そのルール設定じゃない、そのもう全く同じ、全く俺も同じ精神状態で聞かれるっていうのをタイムループとするのか、いやいや世の中っていうのはいろんな本当にバタフライエフェクトじゃないけどいろんな作用し合ってるから、同じ瞬間がないっていうルールで、多分同じ瞬間ないって、でもなんとか力学上なんか同じ瞬間はないっていうルールだったら返答は変わるやろうなって思うし、そうだからちょっとそこのルール設定じゃない。でもそうだから哲学者が言ってるんで、だから僕もその辺のルールはちょっと分けてんのかなと思いながら、だから哲学者が言ってるってことは科学的ではないってことや、今見てる世界っていうのはだいたい 0.5 秒遅れの世界なんですって、それは、目で見たものが脳に伝わってこれが肉だとかっていう認識するのが大体もう 0.5 秒ぐらいかかってるんですって。そんなかかるかと思うぐらいでもかかってるんですって、でね、プロ野球で
160キロで投げるっていうのでね、うん160キロで手元からボールが離れた瞬間からキャッチャーミットまで 0.4 秒なんですって、で今見てるものが 0.5 秒遅れてるっていうことは、もう自分がボール来た打とうって思ってる瞬間にはもうここにキャッチャーミットに収まってるから、打ててるっていうことがちょっとおかしくなってくるじゃないですか。ああ確かに。じゃあなんで打ててるのかっていうところで、もう僕らが考えてる世界って、こうしようと思ってで脳が手に反応を送ってやってます、意識脳行動っていう順番やと思ってるけど、実は脳意識行動やと、もう反射神経というか、もう反射的にやってる、訓練もあると思うんですけど、でやってると。だからでそれを後付けで、脳の後付けでこれは自分が思ってやったことやっていう風に後付けでしてるんだっていうことを言ってたんですね。まあざっくり言うと錯覚みたいなところな、でいわゆる体に覚えさせるってそういうことなんだよ、でもっとその深い話してたんですけど、途中でもう難しくなって僕聞くのをやめたんですけど、そうなってくると先に脳が、自分が意識する前に脳がやらせてるってなると、例えばじゃあ人を殺すっていうことが、でも意識があって人を殺してる、じゃあお前は意識があって人を殺してるから、死刑ですとか病気なんですかですってやってるけど、自分の意思じゃないことやってるっていう犯罪もあるとするならば、それはどうやって裁くのかみたいな、っていう話をしてて、スーッと思って、まあでも結局責任の所在なんじゃないかな、なんかその人の意識せずとも体が反応して殺してしまってても、じゃあどこに責任があるかって言ったらこの人はやっぱりとはいえ、でもその裁判とかではこの人に責任能力があるかないかで、無罪になったり有罪になったりするじゃないですか、だからあれなんじゃない、計画的犯行なのかどうかっていうところが割とこの刑の重さを変わってくるところなんじゃない、なんなんこの話昨日テレビでわあ面白いなと思って確かにね、だからこう考えてみたらそうやけど、案外そういう裁判とかってそういうところに実は対応できてるんじゃない、なんかできてるんですかね。カットして感情的な犯行よりも計画的な犯行の方が絶対罪重いやんっていうか、だからそうなってんじゃない、これはこうじゃないとそれじゃないっていう人って一定数いるやんか、それはこうだって何を根拠に言ってんのかっていうかそのこうじゃないとあかんっていう理由って突き詰めていったら何なのって言われたら多分説明できへんと思うねんや、いや結局さ、いやどう言われたってこれはこういうもんやからっていうその人の固定概念でしかないっていうか、あと、料理やったら俺がそう教えられたからで俺とかなんか料理とか作ってる動画とか上げてると、いやその作り方は間違ってますっていう人がいるそれって間違ってるかどうかっていうかその人にとっては違うだけで、その作り方すると明らかに失敗してとてもまずくなるやったら間違ってるって意味わかんないけど、最終的にある程度美味しいものができるんであれば道順が違うだけで登ってる山頂上は一緒やった場合間違いじゃないんじゃないのっていうのはちょっと思うけどね。でもいるよね、かたくなにこれはこうじゃないとあかんねんっていう人。でも割とそういう人ってさあんま考えてないんだと思うねん。なんかこれはこの順番って教わったからこの順番ですってもう単純にもう頭ごなしにそう思っちゃってるっていうか、いやここの順番変えたとて別に大して変わらんし、どっちでもいけるよっていうのをあんま考えへん人なんちゃうかなと思うんだけどな。
の方が楽っちゃ楽ですからね。説明書があって、まあ、考えへん方がやろ。1からね10まで、この順番通りやっていったらできますよって、3番から作りますっていう人はいやいやそれ違うよ、これになるかどうかわからへんよ、3番から作ったら1からちゃんとやらないと3番からやったらこうなるかわからへんでみたいなね、だから根本のさ、じゃあこの順番ってなんでこの順番が良しとされているのかっていうのを考えたら、理屈があってその順番になってるわけやんか。じゃあその理屈が今の自分の現状を考えたら、この理屈さえ合ってれば、この順番をちょっと変えた方が今の現状、今日の現状でいくと、ここの順番変えた方がやりやすい、でこの順番変えても理屈的には合う、だったら順番変えた方がええやんっていう考え方ができる人と、もうとにかくどんな現状であれこの順番じゃないとあかんねんっていう正規の順番でやった時に時間かかんねんけど、それでもその順番でやるっていう人がなんかいて、割と僕も半々なんですけど、例えばじゃあプラモデル作る時にね、大体ね腕から作らそうとかしよるんですよ、プラモデルの説明書って、足とか、それってフォルムのじゃない、もうパーツそれを組み合わせて初めてそれが出来上がるんですけど、もうボディを作る、もうボディがもうそのビジュアルの僕の中でのメインですね、だからよくもう手とかなんかもうじゃなくて、もうボディから作りたいってなってボディからやると、もう最後の方もどれやったっけってめちゃくちゃになっちゃうみたいな。まあそれやったら手から作った方がいいよ、ほんまでも、とはいえそれでも、バターが「いや俺ボディから作った方が楽しいねん」やったら、ボディから作ったらええやんその楽しいことにバターが重きを置くんであれば、ボディから作って、後で説明書き見た時に後で多少困ったとしても、ボディから作ることの楽しみを優先させました、やったらもうそんでええやんそこ他人がさごちゃごちゃ言うことじゃないやん、それを言う人がいるっていうのがなんか、でしかも結果同じであってもそういう人たちってなんか認めないじゃないですか。認めない。あそういう人は認めない。そういうやり方もあるんだね、勉強になったわって受け入れるんならまだしも、まあたまたまねよかったけどでも本当は違うんだよ、ね、受け入れたい人います。いるね。いやできてるやんしかもこっちの方の作り方の方が本人楽しいやでっていうそれでも、っていうちょっと焼きそば作りましょうか。はい、部屋のものを整理してたんですよ、でいろいろ、暖房とか開けてたら CD のもう言ったら段ボール2つ分ぐらいでビデオテープも2ケース分ぐらいあったんですよ、で僕的には、コレクションっていうほど高く売れるもんじゃないですけど、自分で収集して買うたもんとか、ビデオをこの昔のね番組とかね、ぶっこっつええ感じとかね、取りためたやつね、取りためたやつとか整理してたんですよ。でもビデオテープの箱が2箱ぐらい、 CD 入れた箱が2箱ぐらい、クローゼットのワンブロックをね占めてるわけですよ、その4つぐらいが。で、うちにはビデオデッキもないですし CD プレイヤーもないんですよ。でもそれは僕がコレクションしたものじゃ
じゃないですか。昔のね、うん昔の番組うん自分なりに編集したりとかしてやったやつですよ。捨てれます？置いときます？再生するもう見ようがないんですよ。ただ持ってるだけ。もうビデオテープは骨董品やんもうちょっと捨てれへんか俺もう撮ってるもん、撮ってます？うんまあ、うちはビデオテープ再生するデッキがあるけど、とはいえ見えひんけど、はい。ちょっとビデオテープまで行くと捨てれへん。でも俺 CD は捨てれる。 CD どこまで捨てれます？もうケースごと捨てれます？うんおお。結構傘取るやん。はい。 CD は捨てれるわ。でもビデオはそのなんていうの本格的にさ昔の番組とかなんか昔ミニ DV で撮ったビデオテープとかあるやんか、はい。ああいうのをビデオテープにダビングしてるやつとかは、もう価値あるやんもうこれうん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 。だからちょっと捨てれへんし、うん持っといたらまあビデオデッキ、まあ、絶滅してるわけじゃないから、いつか見れるかもしれんなっていうのがあるからビデオテープに関しては置いてる。でも CD は捨てれる。それはもうなんかネタもうサブスクとかで聴けるからってことですか？ CD はちょっとなもう歌詞カードとか。それよっぽど思い入れのある CD は別やで。そこまで思い入れなかったら捨てれるかな。いやビデオテープは撮ってるわ。なんか昔のさ、俺が2丁目に出てた頃の、なんか友達がホームビデオみたいなので撮ってくれたやつの映像とかがビデオテープで残ってるから、はいはいはい。やっぱそれは捨てれへん。ああまあそれはねもうオリジナル一本。写真の古いアルバムみたいなノリになっちゃってるから。昔のビデオテープってもう180分とかあるじゃないですか。それなんて3倍撮りしてたりとかするじゃないですか。あほなもう何入ってるかすらもう分かんない。もうテープでバラエティとかダウンタウンとかしか貼ってないからもうでももう確認しようないし、もしかしたらなんか入ってるのかもしれへんし。でもそれがさ、うん撮ってた番組がバターにとって大事なんやったら、うんその番組ってさもう見れへんやん。はい。そう映画とかやって、DVD とかやったらさ、何ぼでも見れるやん。でそのビデオテープにしても、例えばそれこそ「トップガン」のビデオテープ、これはもう「トップガン」ネットで見れるやん。見れますね。だだったら捨てるかもしれんよ。幅取ってるなーってなってるんやったら。置いといてもかさばらへんものは置いてね。まあなそれ何ですか今の家にあるんですか？実家に。今のようになる。あ CD は捨てるな迷ってる時点で捨てていいもんなんかもな。なんか記念日ものレベルが置いててもいい。そうやな。その思い入れを言わなければ。言わなければ。消えちゃうかな、そろそろ。そうかな。この前メルカリでね、ゲームソフト出したんですよね。それをもともと4000円で出してて、でコメントでね値下げしてくださいって言うから「分かりました、じゃあ3800円で出しますね」って言って、もうその本当に1時間後のやつを返したとかじゃなくて、今もう本当にリアルタイムで
ポンポンポンってやり取りしてる中で、で今から3800円に値下げするんで買ってくださいって言って送ったんですよ。で3800円に下げたんですよ。売れて、まっ、買った人が、ね、違う人で、でメルカリあるやるやんそれ。メルカリあるあるなんですか、で僕あんま使わないからそれ知らなくて、で買った人にちょっと申し訳ございませんと、交渉してる途中なのでキャンセルしてくださいって送ったんですよ。そしたらその人からメルカリは早い者勝ちルールです、そうです。で僕はねメルカリそんな知らないからあなたは買いたいかもしれないけど、僕は主導権はこっちにあると思ってるから、やっぱそれはバターがメルカリのシステムに乗っかってる以上、はい、ルールはメルカリやから。いやそうな、ほんでね、そしたらその人はね、じゃあ運営に報告しますって言って、でどうぞ勝手にしてくださいよみたいな、言って送ったら、メルカリから取り消しキャンセル却下っていうのが来て、でってなって、ヤフー知恵袋にも同じような人がいっぱいいてて、でも購入者は選べませんと、選べないよって言われて、泣く泣くちょっと僕のちょっと規約理解不足でしたってなって、でもその人もじゃあこれで買ったとして低い評価つけられるのもちょっと嫌なので、キャンセルしたかったら取り下げますよって言うから、いやもう僕もそう聞けなくて、いやもうこれはもう勉強と思って評価も下げないんで、このまま取引続けてくださいって言って、結局打ったんですけど、そうなんだ、メルカリはそうなのよまあじゃないと逆にトラブル増えるから。そうなんですか。だって売りたい人は売りたくないって言ってるんですよ。そこって気持ちの問題やん、売りたいかどうかって、気持ちの問題でやってると、トラブル増えるやん、ちゃんとした一定のルールを設けないと、よくメルカリでよくあるのが、それを避けるためにだから値段下げたタイミングで他の人がパッて来て買っちゃうっていうのを、ユーザーなりにそれを避けるために誰々様専用っていうのを名前にするのよ、でそれにしたら一応ローカルルールとして、専用になってるものは他の人には手出さないでねっていうなんとなくのルールがあるけど、それでも別に買ってもいい。メルカリが定めてるルールじゃないからね。ちょっと何々さん、いやそうだから僕もね、あれってどっかになんかあんのかなと思って、何々さん専用にするとかってあんのかなと思ったらなくて、みんな勝手に画像に文字貼り付けて載せてるんですよ。もうローカルルールよ。そうなんですよ。僕ちょっとそこ面倒くさと思って、ちょっと普通に値段下げただけでやっちゃったんですよね。だから今から下げますねとかっていうのが必要というか、下げた瞬間買えますかっていう、コメントでやり取りしてるとか関係ないですよね。関係ない。それはルールやもん。ルール上 OK なの。それはだって自分がそのソフト探してて、最安値のやつ買いたいわけやん、で検索した時に最安値これが最安値やなってなったら買うやん、だからその時にあれ他になんかもう先に手つけてる人おらんかなとか、コメントで確認するとか、買う側が、まあそれは求めすぎやちょっとバターさ、新しく買った寝袋にしてよ。バターがね今回モンベルのあれ何て名前でしたっけ。モンベルか、モンベルです。モンベルのバローバッグっていうね、バローバッグ。これ寝袋
って大体こうシャープいくつみたいなんで、シャープの数字が小さいものほどあったかいんですけど、バターのがバローバッグがこれもう名品ですよ。モンベルのバローバッグといえば河川の寝袋の本当に名品です。これがシャープゼロですね。マイナスリミットがマイナス15で、コンフォートがマイナス8やから、まあ、リミットの数字ってあんまり当てにならへんとか、死にはしませんよっていう温度やから。15度そう15度で死なないってことですね。そうなんか寒さに割と強い人が寝れるかどうかは別として死にはしませんよみたいな温度やったりするのよ。なんかだからほんまに大事なのはこのコンフォート。この、マイナス8。そう、マイナス8度やったら快適に眠れますよというか、まあ、快適かどうかわからないけどちゃんと寝れますよっていう温度やから、そこが大事なの。でもそれでコンフォートでマイナス8っていうのはかなりあったかい寝袋ですよ。これでも逆に暑すぎるとかそういうことはないんですか？いやまあまあ確かに気温がそこまで低くないところでそれを使ってたらまあ暑いと思うけど、でもシャープゼロを買っといたら間違いないよ。これめっちゃ気持ちいいんですよ。めっちゃ気持ちいいやろそら。めちゃくちゃ気持ちいいですこれ。そら寝袋やもん。家でもええんちゃうかっていうぐらい包み込み感ある。はい。そらね、これバローバッグはいいよ。いやいい買い物しましたね。これは間違いないですよ。これもう夏は別のものを使った方がいいんですよね。でもね。でも夏寝袋いあ、そっか。らんやん。で秋口というかちょっと涼しいなぐらいやったらそうやって開いて、布団みたいにして使ったらいいし、結局寝袋買っとくと年中使えるんだよね。へえ、これほんまにいいほんまにいいです。